こんにちは、つんです。今回はルームツアーのキッチン編です。以前、玄関寝室クローゼット編やトイレ洗面所洗濯機周り編、リビングダイニングワークスペース編も投稿しているので、気になる方はぜひ概要欄からご覧ください。はい、こちらが我が家のキッチン。10年前に購入した中古マンションで、もともとは窓向きの対面キッチンだったんですけど、壁に覆われて暗い印象だったので、壁を取り払い、壁付けのキッチンにリノベーションをしました。キッチン自体はパナソニックの L クラスで、手前のカウンターはセミオーダーで作ってもらったんですけど、壁付けキッチンは横270センチの標準的なサイズです。一続きの LDK に少しメリハリをつけるためにキッチンだけ天井を木目にしてもらいました。緩やかにゾーニングできて気に入っています。で、キッチンの扉は寝室につながっていて、カウンターを中心にぐるりと回遊できる間取りになっています。はい。で、カウンターの収納からご紹介すると、キッチンと反対側は観音開きで奥行き浅めの収納スペースになっています。水のストックとかマグカップ、グラスなどを収納しています。反対側はすべて引き出しにしてもらって、食器類はすべてこちらに。食器が好きなのでね、決して少ない方じゃないんですけど、入らなくなったら処分するなりして、ここに入るだけと決めています。対面にちょうどいい感じに食洗機が置けたので、一歩も動かず食器がしまえて超便利。これは本当にやってよかった。はい、そして3段目はタッパーやトレイなどの雑貨類。と、ここで現場監督がチェックしに来たのかなと思ったら、ご飯の催促でした。はい、中断してすいません。はい、そして一番下はレトルトや缶詰などのローリングストック。本当はね、パントリーが欲しかったんですけど、スペースの問題で断念しました。引き出しの中は無印のアクリル仕切りスタンドや100均の仕切りを忍ばせています。箱に入ってないレトルトは仕切りのおかげでかなりすっきり収まるようになりました。で、左側の小さな引き出しにはカトラリー類。トレイはキッチンにもともとついていたものです。本当はね、色が好みじゃないんですが、専用トレイだけあって機能面では申し分なし。これに代わるトレイを見つけられずにいます。で、この箸置きを入れているケースは一つが無印で、もう一つは100均です。もうね、もはやどっちがどっちだか見分けがつかないほどそっくりですよね。で、爪楊枝はセリや竹串は無印のペンケースに収納しています。で、その下の段にはレジ袋のストックやらミニすり鉢、おろし器、ガラスの器などの細かいキッチン雑貨。レジ袋はこれ100均のケースに折って入れていて、もっといい方法がありそうだなとは思っているんですけど、割と小スペースに収まっているので、なんだかんだ10年このスタイルが続いています。で、耐熱ココットやガラスの器は主にケーキ屋さんでプリンとかを買った時の器を再利用。これはね、ゼリーを作る時とか来客時の前菜の器に意外と重宝しています。で、その下の段はコーヒーカップやコースター。ここはね、コーヒーメーカーの近くなので、ここに収納しています。一番下は鍋つかみとマイクロファイバークロス。残り1枚でしたね。あとはガムシロとか使い捨て手袋のストックなどを入れています。で、カウンターの隣はゴミ箱と家電置き場。一番上は玉ねぎなどの根菜類を洗えるバスケットに入れています。で、IKEA のリーサトルプにはテーブルクロス。一番上は突っ張り棒で棚を増やしてランチョンマットを収納しています。最近ね、もう一段棚を追加してオーブンレンジの天板入れを作りました。それまではずっとレンジの中に入れていて、使うたびに出し入れをしていたのでかなりこれ楽になりましたね。もっと早く棚を増やせばよかったなと思いました。家電はね、これ以上置けないのでちょっと諦めてはいるんですけど、本当は欲しいキッチン家電がいろいろあります。ノンフライヤーもね、本当は大きいサイズが欲しかったんですよね。10年前は欲しい家電がこんなに増えるとは想定できなかったので仕方がないんですけど、
もしまたリノベする機会があったら家電置き場は今よりも広く取りたいなと思っています。はい、そして買い替えようと思いながらなんだかんだで20年使っているゴミ箱。下に100均のミニキャスターを貼って動かしやすくしてあります。で、冷蔵庫との隙間にはタワーのランチョンマット収納を設置しています。これはマグネットでペタッと貼るタイプ。本当にね、まるっと隠れて存在感がゼロ。隙間を有効活用できて助かります。で、釣り戸棚は IKEA で購入しました。パナソニックでもね、似たような戸棚はあったんですけど、お値段なんと23万円で予算オーバー。それが IKEA ならトータル3万円。かなりコストカットができました。で、前の家では釣り戸棚は天井までのタイプで、一番上の棚には手が届かず、出し入れが面倒で結局使ってなかったので、今回はあえて上部はなしに。抜け感も出てすっきりしたし、何より全ての棚に手が届くので使いやすいです。で、中の収納も全て IKEA です。ざっとご紹介すると、無印のみじん切りチョッパーに、食洗機用の洗剤。ちょっとごちゃついておりますが、でここには割り箸や紙皿、ペーパーナプキンを入れていて、でこっちはハンドブレンダーを一式収納しています。でこれはサプリ類ですね。でキッチンクロスのストックなどなど。でこちらはスポンジのストック。でこれは毎日使うキッチンクロス、主に IKEA を使っています。そして右側は上段のボックスも IKEA で、パンやお菓子作りに使う道具を収納しています。一時期ね、お菓子作りにめちゃめちゃハマっていて、毎日のように焼いてる時がありました。今も時間があると作りたくなるので、これは老後の楽しみのために取ってあります。毎日使うわけじゃないので、蓋をしてしまっています。でこちらはアルミカップなどの製菓用雑貨。これはもっと整理しなくちゃですね。で下の段は調理中に使うラップやホイル、調味料など。保存袋も以前は100均のケースに入れていたんですが、詰め替えるのが面倒になって今はパッケージの箱のまま使っています。で100均プルアウトボックスの中は使い捨て手袋。手袋はね、このケースに入れた方が使いやすいです。で奥には砂糖のストックと油を処理する時の廃油パックなどを入れています。で手前には塩コショウ、砂糖などの調味料。この戸棚は上開きで開けたままにできるので、基本的に調理中は開けっぱなしにしています。で扉を閉めてしまえば見た目もすっきり、使いやすくて気に入っています。はい、そして今度は壁付けのキッチンの方の収納をご紹介します。見せる収納にも憧れはあるんですけど、物があると掃除の時にどかすのが面倒で、ワークトップにはできるだけ物を置かないようにしています。唯一出しているのは、コロナを機に使うことが多くなった洗えるキッチンペーパーと消毒用のアルコール。これも浮かせようか迷ったんですけど、壁の掃除がしにくくなるかもなと思って、もう何年も保留にしたままです。ちなみに普通のキッチンペーパーは戸棚の横にマグネット補充板を貼って浮かせています。で最近よく使うせいろは洗った後、ある程度乾いたら完全に乾くまでレンジフードにかけています。使っているフックは無印の横ブレしにくいフック。たまたま手元にあったんで使っているんですが、100均のマグネットフックでも良さそうですよね。出しっぱなしだとやっぱりちょっとホコリや油が気になるので、完全に乾いたらコンロ下の引き出しに収納しています。また監督がチェックしに来ましたね。で一番下の引き出しには両手鍋など比較的重い鍋を入れています。でその上の引き出しは、普通すぎて突起することないんですけど、フライパンやまな板、油系を収納しています。もはや当たり前になったフライパンスタンドは山崎実業さんのタワーを愛用。蓋は無印のファイルボックスに入れていて、でレトルト絞りやせいろのシートは無印のファイルボックス用ポケットに入れて、ファイルボックスに引っ掛けて収納しています。でまな板類を立てているのは IKEA の鍋蓋オーガナイザーバリエラ。
結構重くてずっしりしているので安定感もあるし、伸縮できて幅を調整できるのが便利です。はい、そして隣の引き出しは一番上がキッチンツール。こちらも既存のケースは色が好みではございませんが、サイズは当然のこと、これ以上使いやすいケースを見つけられずにいるので使い続けています。一番広いところは100均のデスク仕切りスタンドをゲルテープで貼って立てて収納しています。これはね、もう前より断然使いやすくなって大満足です。ちなみにデスク仕切りスタンドは無印にそっくりってことでも話題になりましたよね。はい、でその下はボール類と大きめなキッチンツール、ラップやホイルのストックもこちらに入れています。無印のバットは最近購入しました。でそして何年も使い続けている茅野屋のだし、これを初めて食べた時は衝撃でした。で詰め替えは面倒なのでパッケージのまま使っています。これ野菜だしはね、コンソメ風味なんですけど、お味噌汁に使っても美味しいです。おすすめで、本当はねボウルも重ねたくないところなんですけど、他にスペースがないので致し方なく。あとはアイラップと、以前ご紹介していますが、大きめなキッチンツールはスタンダードプロダクツの薄型のファイルボックスに100均の仕切りを強力両面テープで貼って立てて収納しています。倒れないように押さえているのは突っ張り棒です。場所を取らずに使いやすく収納できてなかなか満足しています。そして最下段の引き出しには卓上ガスコンロとガスボンベ。前の家では吊り戸棚の一番上に入れていて、取り出すのが面倒で全然使ってなかったんですけど、一番下に収納したらよく使うようになりました。取り出しやすさってほんと大事ですね。ということでホットプレートも一番下に入れています。ここは他の引き出しよりもちょっと奥行きが浅いので、プレートを重ねないと入らないんですよね。で本体を出す時にいちいちプレートをどかすっていうのが面倒なので、突っ張り棒で支えを作ってプレートを乗せました。これならプレートが重ならないので、本体もワンアクションで出し入れすることができます。はい、そして観音開きのシンク下はこんな感じです。こちらも本当は引き出しタイプを希望していたんですが、マンション設備のディスポーザーがあるせいで開き戸にするしか選択肢がありませんでした。これも引き出しタイプのお宅が本当に羨ましいです。でゴミ箱が近い扉にはゴミ袋を収納。これ100均のゴミ袋収納バーを貼って剥がせるコマンドタブで貼っています。で無印の引き出しには姫のおやつ類、上にはゴミ袋のストックとキッチン家電の取説などを入れています。姫のご飯はオクソーのポップコンテナ。これは蓋にスプーンが格納できて本当使いやすいです。で左側の引き出しも無印で、キッチンで使う洗剤類のストックとか掃除ブラシなどを収納しています。で使い捨てキッチンスポンジはこちらへ。白いスポンジってやっぱり変色しちゃいますね。はい、ということで以上、我が家のキッチンルームツアーでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでも参考になることがありましたら、グッドボタンやチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。